なんと私山田しおりは〇〇〇〇になってしまいましたという今回はレポートをしたいと思います。はい、2025年8月ある病気にかかりました。はい、辛くて痛くて苦しくて本当に年取ったなと思いましたが、はい、それは骨折したんじゃないんですか？これね骨折じゃないんですよ。でも今回はこれ三角筋っていうんですけど、骨折した方だったらご存知かもしれませんが、腕を安静に保つために行う、治療の一環ですね。補助的な治療になりますが、これに救われたんですよ。本当にこれつけて1週間ぐらい実は診療してましたから。あ、そうなんですね。はい、ということで何が起こったかっていうことをお話していきたいと思います。個人的なことですのでね、皆さん興味を持っていただけるか。でもすごく実はこの病気今、流行というよりもいつでもあるんですけれども、世の中的にも注目を浴びています。疾患の細かいことについては別動画でお話しますが、今回は私のレポート体験というところでお話したいと思います。まずですね、はい、入れていきましょうか。はい、帯状疱疹ということでヘルペスウイルスですね。ヘルペスウイルスが体の抵抗力が弱った時、疲労が蓄積して体調が悪い時に出てくるヘルペスウイルス、これによって皮膚に湿疹が起きる病気です。まず私の始まりは8月の末にこんな感じで、ちょっと発症前2日ぐらい前に左腕がおかしいんですよ。しびれたりとか。そう痛みしびれが出てきたんですよ。で自分整形外科医なのでこの領域、尺骨神経領域になんでこんなに手がしびれて痛いのかなって、首にとって負担をかけたわけでもないし、何か大きな怪我があったわけでもないし、ぶつけたりもしてないし、変な姿勢になってたってこともないし、枕もちゃんと大丈夫だし、なんでこんな症状が出てきたのかなって不思議でしょうがない。そんなことが2日間続きました。で今時ですからね、チャット GPT に聞いてみたわけです。でチャット GPT、これ何この私のこの痛み、尺骨神経領域に特に何も怪我してないのに痛み出てきたんだけどって聞いたら、また例によってチャット GPT がブワーって回答してくるわけですよ。でも書いてあることは大体想定内のこと。これじゃあ納得いかないなと思いながら、またその夜も眠りました。そして朝起きてみるとブワーッと湿疹が出てたんですね。でチャット GPT にチャット GPT ちゃんと頭いいかなと思って、あえてね回答を言わずにパチッ写真を撮って何も言わずにチャット GPT に投げました。そうすると何と答えたか、しおりさん、これは帯状疱疹だったんですね。いやーわからないものですねみたいな人間的な回答が返ってきて、いや君も分かったか、私も分かったよっていうことで帯状疱疹が発症していたわけです。本当に整形外科医でも発症湿疹が出る前なかなかこれ気づけなくて、患者様には、ピリピリした痛みが出てきて、もしかしたら数日経つと湿疹が出てくるかもしれませんよなんて偉そうに言っているのに、こと自分のこととなると全くすっからかんに抜けてました。はい、で発症してしまった。実はこれひどく出てきたのが日曜日だったんですね。で日曜日の朝、とにかく48時間以内、少なくとも72時間以内に薬を開始してウイルスを叩かないと後々まで症状が残ると思って、日曜日にやってる皮膚科さんみたいな感じで検索して、ある皮膚科、近くにあった皮膚科に行ってきました。もう患者さんうわーって溢れてるわけですよ、皮膚科さんの日曜日の外来っていうのは。でその中で、見ていただいて、こちら今時はですね、昔ちょっと一昔前の知識が なかったので、帯状疱疹っていうともう1日3回の薬を毎日飲んでいって、1週間2週間
辛いって聞いてたんですけど、今時はアメナリーフっていうお薬で、この2錠をですね1日1回だけ飲みます。私の場合は発症して、昼だったので、昼の朝食後にお薬を飲むっていうことを7日間続けました。そうすると確かにさーっと湿疹は取れていって、これで万事 OK かなって思ったんですけど、そんなに帯状疱疹は甘くありません。この発疹の後の神経痛っていうのが出てきています。この時に、実はこれをやったわけですよ。もうブワーって湿疹が出て、背中にもバーッと湿疹が出て、とにかくちょっとでも手が揺れると痛いんですね。なので診察してても、もちろんパソコンは片手で打たなきゃいけないし、患者さんの診察もこっちは使えないから右手だけで行う。ブラリーンって揺れていててててってこうなるわけなので、固定をして行うと。はい、それでお薬を飲んだ後どうなったかっていうと、ちょっとこの時の痛みとは違うんですよ。なんていうかね、うずくっていう感じ。いてじわ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 って感じで、いつまでも痛い。それと困ったのが夜中から明け方にかけて痛みで目が覚めるんですね。なんで3時4時に目が覚めちゃうんだろうみたいな感じで、それが毎日続いて、不眠、眠れないと痛みに敏感になってしまうので、なおさらイライラしたりとか、痛くて辛くなっちゃったりとかっていうことが続きます。それが3週間4週間目で、もう今2ヶ月近く経ってるんですけど、今度今ね冬になってきたので、これ冷えると痛いんですよ。冷えも良くないんです。冷えると辛いんです。なのでこの、後の神経痛に対してはとにかく温める。どうしてるかっていうと、こんな感じでアームウォーマーをつけたり、ここにホカロンを貼ったりっていうことで温めるとちょっとホッとするんですよね。でもそれもつかの間っていう感じなので、当院の患者さんにも長く帯状疱疹の後の神経痛悩んでる方たくさんいるんですけれども、どこが終わりか分かんないんです。いつまで続くか分かんないっていう感じなので、唯一言えることは、なるべく早く帯状疱疹の診断をつけて、ウイルスの殺す薬を飲んで、そしてなるべく早く治療を開始する、そして神経痛を弱めるっていうことが大事だなと思っています。ちょっと私まだ2ヶ月ですので、まだまだ新米ですから、この後どうなっていたかまたレポートしたいと思います。ご期待です。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。